もともとウェブのデザインとかやってたんですよ。アイデアの出し方は映像に向いてるからちょっとやってみればって言われて DMBQ っていうバンドめっちゃ好きなんですけど。本当ですか？初めて見ますからね、YouTube で公開される時にその PV を見ながらもう一回ミックスしてくれる。めっちゃわかるかも。曲聴かせてもらってめちゃくちゃいいってなった時に作りたいっていうふうにやっぱ思うので。はい、白マニア YouTube チャンネル突然の外ロケでございます。外ロケっていうのかな、分かんないですけど、外内ロケ、外内ロケみたいな。ゲストの高梨清さんです。よろしくお願いします。お願いします。実はさっき電話して、急遽、この動画を撮らせていただいてます。僕も清さんとの出会いは1年前ぐらいですね。そうですね、ちょうど1年前ですね。ここゴンズイっていう入谷とかっぱ橋の間ぐらいにあるカフェなんですけど、僕のスタジオが比較的近くて、その縁でフラッと訪れたわけじゃないか。そうですね、僕らが挨拶しに行って。あ、そうですね。そうです。なんでかっていうと、このカフェをビートクルセイダーズのケイタイモさんと清さんが一緒に作ったっていうことですか？そうですね、共同経営してるんですよね。そうですね。ちょうどアジカンのゴチさんからケイさんがこの辺でカフェやるらしいよみたいな話を聞いて、できたら行ってみようって言ったらちょうどクラファンやってて、そうですね。僕らが藤枝のアップルビネガーのクラファンやってる時と多分時期も結構似てて、同じぐらいでしたね。で近いし応援と思って何年間か割引になる、クラファンを僕がさせていただいてからの付き合いで、ちょうど行きつけのコーヒー屋さんがコロナ禍でなくなっちゃった後だったんですごい助かりました。よかったです。すごい助かってます。もう僕の仕事の間の癒しスペースで今日もケイタさんと喋ってて、そしたらなんかいろんな人来るんですよ。エンジニアさん来るし、ミュージシャンの人もねそうですね、来るし、たくさん来ます。今日はなんか振付師の方来てたりとか、いろんななんか知らない方とか、もう本当昔お世話になってた人とかもフラッと来るんで、これは長友さんか、キャプテンストライダーの長友さんと元ビークルのギターの太郎さんも来てて、ちょうどライブもやってるんですよね。そうですね、ここでライブやって、ライブやって、そういうちょっと今ちょうど1周年なんでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんとか1周年。僕は入谷で11周年。すげえ。何のマウントか分かんないですけど、そう11倍ですからね。なんですけど、本当によくしてもらってます。僕はケイタさんに本当20代前半の時、青葉台入ってすぐの時からお世話になってたんで、ビークルで本当鍛えてもらったんで、でそのキャプストの長友さんとかもそうなんですけど、太郎さんもそうなんですけど、本当にお世話になったんで、なんか素敵なご縁がつながって僕はすごい嬉しいんですけど。前からせいやさんからは聞いてたんですよ。あそこにスタジオあるんだよってずっと聞いてて、そうなんだと、絶対ちっちゃいだろうなと思ってたんですよ。なんかもう本当こじんまりした貸しスタジオ的なもんだと思ってたら、もう行ったらマジでびっくりして。こんなところがあったのかみたいな。ね、スタジオには遊びに来てもらって、でよくお客さんが来たらちょっとドルビーアトモス聞かせていいみたいな、聞きに来てくださいよみたいな、そのまま来てくれたりもするんで、すごいコーヒー持って来てくれたりもしてありがたいんですけど、そんな清さんなんですが、実は全然僕は清さんのことを知りません。はい、そうですね。映像のプロだっていうことだけは知ってるんですけど、映像系の具体的に何をやってるかっていうのは正直よく分かってないですけど、めちゃくちゃ知り合い多いなっていうのはもうあれなんですけど、いろいろやってるなっていうのはあるんですけど、今日着いたら佐藤とか来た時に、僕ら iPhone で普段撮ってるから、iPad とかで2カメとか撮ってますけど、来たら照明焚かれてて、焚いてた方がいいのかなっていう一眼レフも用意されてて、あ、すいませんプロだったと思ってこっち手軽にやるっていうのが、いや一応手軽な、僕にとって手軽なそれをお借りしてますが。でもせっかく音楽系のチャンネルなんで、音楽寄りの映像がメインなんですか？基本的にそうですね。もう PV とか、そんなのばっかりずっと作ってた時代が、20代はずっとそんな感じで、本当1ヶ月そうですね2本とかずっと作ったりしてましたね。それはどっか会社で一応僕も取締役で会社を4人で作った会社だったんですけど。そうなんですか。じゃあその時から社長業やってた？社長業じゃなくて、僕はもうディレクターとして、役員だったんですけれども、
そうですね、基本的にはディレクターとしてやってましたね。20代からでもすごいですね。23の時かな、僕が。大学卒業して？いや、もう僕が大学行かなかったので、そのまま大学よりももう働き始めちゃって、それでそこからまああれよあれよで映像作家っていうか、巻き込まれ系ですか？そういうわけじゃない。そう、なんかバイトというか、もともとウェブのデザインとかやってたんですよ。でそこの会社がなんか新しい人が入った瞬間に僕以外の人全員なんかリストラにあっちゃったんです。で僕だけ残されてもしょうがないんですよ。本当にデザインなんて一部なので、そしたらその新しく入ってきた方が結構有名というか映像の監督だったんですね。でまあ会社のなんだろう打ち合わせだったり会議だったりっていう時に僕のアイデアを出したりとかしてたら高梨君のそのアイデアの出し方は映像に向いてるからちょっとやってみればって言われて、じゃあやってみますっていう感じで1本目作ったのが DMBQ っていうバンドを。マジですか？めっちゃ好きなんですけど。本当ですか？めちゃくちゃ高校生専門学校の時聞いてました。本当ですか？ DMBQ の「スモーカー」っていう曲の、まあなんかそれは本当に一番初めにその益子さんの方からたくさんいろんな映像を撮ったのを渡されて、これをなんか一個にまとめたものをスモーカーの曲で使ってほしいって言われたのが初めだったんです。もう今のにもうなんか PV を作る一つのヒントがあったみたいな会話ですね。そうですね。アーティストが自分で素材をたくさん用意して編集を任せた。そうです。でその一本で新しいミュージックビデオを作ってくださいっていう感じだったんですよ。そういう頼み方もありなんですね。もう全然僕もうそれこそ何も分かってなかったので、そんなもんなのかなと思って最初からそれだったんで。うわー、そうなんですね。でなんか一個アイデアがあると面白いのかなと思って、そのなんだろう、ズームつなぎっていう感じ、今だったら多分そういう言い方になるのか分かんないですけど、こうライブがあった中で益子さんにガーって寄ってって、寄った瞬間に次の益子さんの別のところから切り替えてズームアウトしていくみたいな、ずっとズームインズームアウトを繰り返すような PV を作ったんですよ。でそれでまあ初めてやった映像ですね。すごい。初めてが DMBQ。はい。その DMBQ の後とかってどういうの？なんか僕一緒に思ってたポリシックスやってました。ポリシックスは番組ですね。番組でエフェクティブなものが多かったんですよ。で矢野くんって喋らないキャラにして、でなんか「ねえ矢野」ってこう振り向いた時になんか波動拳出すとかそういう時のエフェクト作ったりとか結構ずっとやって。それは番組ディレクター？いや僕はビジュアルのエフェクトのディレクターなんですよ。エフェクティブディレクター。エフェクティブディレクター。はい。もともともう一人監督というかディレクターがいて、で僕はビジュアルの方を担当するディレクターだったっていう感じ。なんかディレクターイコール監督でいいんですか？いいです。いいんですね。いいです。はい。でそれの全体の監督とエフェクト専門の監督がまたいるんですね。VFX 今でいう VFX 的なことですか？当時はアフターエフェクツっていうソフトを使うのをものすごい好きだったので、結構そっち方面に僕は触れちゃって、結構だからビジュアルで何かするとかっていうのが好きだったんですよ。そういう意味では今もうなんか、佐藤もそうですけど、うちのスタッフも、ミュージシャンだけど自分で PV 作れる子もめっちゃ増えてるんですよ。で逆に自分のイメージがあれば、そういうエフェクトとかもね、音楽はでももともとやってたんですか？もともとドラムやってました。はい。ドラム高校の時とか。そのブラスバンド的なことではなくて、もう軽音ですか？そうですね。もう地元の友達と中3の終わりぐらいからやり始めて、当時パンクロックとか好きだったんで。どこですか？通ったの？ランシドとか。あとグリーンデーとか。はい。本当メロコアって言われるもう全盛期だったので、その辺をずっとやってましたね。だから逆に言うとなんか PV とかも見る機会は結構あったからなんか少しこうイメージできるものもあった。あとやっぱリズムっていうか、そのカットのつなぎとかそういうのがなんか気になってぴったり合わせるようにしたりとか、そういうのをやったりとかしてます。確かに BPM に合ってないやつを
まあ、意図的に合わせないってもありますけど、合ってないやつスイッチングのテンポ感とかも、ね、あれやっぱセンスというかなんかありますよね。絶対何かしら。ライブの映像は撮りますか？ライブ映像も撮ります。いやちょうど自分の宣伝で申し訳ないですけど、ヒゲダンの映画が終わった後なんで、これが自分の仕上げがですよ。この動画出る時が何日か分かんないですけど、10月17日から全国ロードショーしてるんですけど、ずっとライブミックスしてたんで、今も別のライブミックスしてて。あ、そうなんですね。ちょうどオフライン来たんですよ昨日。あ、そうなんですか。一発目が来て、それ見ながら始めてたところなんで。やっぱ映像見ながらと違います？全然違いますね。あともう変な話、グレーディングとかカラコレの質感でもやっぱちょっと空間の付け方引っ張られるんで、なるべく完成に近いやつを僕はもらって、あと圧縮しないで、でもプロレゾとかで、せめてプロ棋士とかでくださいっつって、まあ何たってうちの8K なんでプロジェクターが無駄にそうなんか PV ってでも本当レコーディングエンジニアだと分かんないから、そっちのできた後の世界は PV 僕らはもう初めて見ますからね。YouTube で公開される時にこういう PV になったんだみたいな。でもたまに思うことがあって、その PV を見ながらもう一回ミックスさせてくれってめっちゃ分かるかも。それ思うんですよ。絶対そうですよね。思うんですよ。さっきのライブの話でもそうですよね。これに合った YouTube 用のミックスをもう一回やったらもっと世界観こっちもはめれるなって思うことがあって、なんかイチコロっていうバンドをやってた時、今もたまにやるんですけど、時にすっごい壮大な崖、なんかすごい島かなんか分かる、海が見えてところでうわーって演奏してんですよ。これだったらちょっと俺変えたのになって、まあリバーブ好きなんでそれつけたのになってもっとシンクロするのになって思うんですけど、なんか洞窟で撮ったりとかね、演奏シーン空想委員会とかやつとか演奏シーン洞窟で撮って、それだったら俺洞窟のリバーブかけたかったなと思ったんですよ。でも今までやらせてくれたことはないです。まあそうですよね。余計な予算かかりますよね。余計な予算またやるんかで、どっちのバージョン出すんだみたいで。逆に PV 作ってる時はどれくらい音楽聴くんですか？いやもう本当にもう聴きたくないぐらい聴いてます。なんだろう、音をもう本当視覚化する仕事なので、もう目つぶってもうグーってやりながら聴いたりとか、それでもう映像が出てくるまでこう何回も聴くみたいな。もしかすると僕らぐらい聴いてるかもしれないですね。そうですね。もう本当に嫌に何千回って聞くんで、終わったらもう当分聴きたくないんですよ。もうなんかあと、そのもう納品のもう期限って必ずあるじゃないですか。なんでそこの期限までに間に合わせないといけないじゃないですか。で映像の中で妥協しなきゃいけない部分って必ず出てくるんですよ。でまあここは仕方ないかみたいな、それが一生残るので。そうだから、それをなんだろう、それも含めてもう聞きたくないないっていうのはたまにある。まあでも似てます。僕らもミックス終わったらもうなんですか、みんなまあ聞くリスナーのものなので、あんま聞き返す、発売された時にもう一回チェックはありますけど、まあその後何回も聞くっていうのはまあそんなにないですね。次また同じアーティストやる時に前回どうだったかなみたいなのはありますけど、確かにまあそういう意味では何千回って聞きますもんね。そうですね。僕インディーズバンドでよく撮るんですけど、若い子たちが PV をどうやって作ったらいいかわからない、でなかなか昨今その曲だけで回すの難しいから、やっぱ PV でこう、興味を知ってもらわなきゃいけないから、 PV って若い子、何の知識もない子ってどういうふうに、まず人選びもそうだし、どういう発注をしたらいいか。まあだから結構最近というか今でもたまに僕の知り合いだったら、まあ、曲聴かせてもらってめちゃくちゃいいってなった時にやっと動くっていうか、その曲が良かったら作りたいっていうふうにやっぱ思うので、それでじゃあ作ろうよって一緒になって本当に超低予算で作ったりとか、まあ結構やってますね。そうですよね。やっぱそういうのからこうちょっとずつ羽ばたいていってる人たちもいっぱいいるから、やっぱ低予算、なんて言えばいいんだ、低予算だけど
クリエイティブ的にすごい高いものを作るとやっぱ人の目に留まっていく、回っていくのかなとか確かにそうですね思いますけど、なんかカメラの質とかねそういうのじゃないですもんね、今ね。そうですね。まあアイデアがやっぱ重要なんじゃないですかね。なんか絵コンテみたいなの出すんですか？基本的には3案ぐらい出して、まず絵コンテの前になんだろう、メインビジュアルみたいになるようなアイデアを3つぐらい出して、でこれはこういう風になる感じですっていう風に3案出すじゃないですか。でそのうちの1つ一番いいなと思うものを選んでもらった上で、そこからストーリーというか、絵コンテとか書いて、その絵コンテを1回提出するみたいな、そういう感じですね。歌詞ももらうけど、それこそ絵コンテの時って聞いてそれに絵を落とし込むじゃないですか。でもそうすると時間感がよく分かんないんですよ。要はこのアイデアが思ったところにそれを入れ込むじゃないですか。その時にもしかしたらその絵って2秒ぐらいしか使えてなくて、それ以上まだあるのに、このじゃああとの何秒間どうすんのっていうふうに穴が開いちゃうんですよ。だから今は結構僕字コンテって言って、音楽のタイムラインの上に文字を乗っけて、ここはこうなる、ここはこうなるって。なるほど、ちょっと分かった。でそこでその分の部分を撮る、シーンを撮るっていう感じで結構やってってますね最近は。PV だと、インディーズだともう一人で撮って一人で編集するとかザラですか？ザラですよね。結構多かったですよ。撮りとかももう1日とか基本的にはもうそうですね。ですよね。逆にメンバーとかそういうアーティストからとかプロデューサーディレクターとかからこういうふうにしてほしいみたいな要望は結構あるんですか？だから僕の作品を前見てもらった上で、前みたいな作品のテイストでお願いしますみたいなのはありますね。ただなんか本当に01ベースの感じでなんかやってくださいっていうのは僕はないかもしれないですね。本当ですか？例えば僕らだとミックスしてる最中に最後ミュージシャンがチェックしてそこでアイディアを直接もらうじゃないですか。これはこういう思いでみたいな初めて聞くこともあるんですよ。いやそうだったんだ、じゃあ違うねこっちだねっていうのはあるんですけど、そういう会話もあんまり基本的にもう最初のアイデア出しの時点でもうどういう思いでとか、この音はカラーだったら何色ですかみたいな、そういう風なものだったり、あとなんかもう直接映画のロストイントランスレーションみたいな色合いと雰囲気がいいとか、なんかそういう風に言われたりとか、そういうのはありますけど、じゃあやっぱり頼むアーティスト側もある程度映像の知識がある方がよりいいコラボができるっていうのはあるんですね。例えばこの PV でもいいけどこの映画のこういうの好きなんですとか、確かに似てるっちゃ似てるけど、何を聞いて育ったかとか、今サブスクの時代なんで、この間もだって来た19歳の子チェッペリン好きって言ってましたからね。そうなんだ。っつって俺の親父がレコードを受け継いだみたいなあれなのにチェッペリンと何つったかなあの時エド・シーランですって言ったかな、なんか新旧ごちゃごちゃじゃないですか。だから多分映像もきっとそうですよね。プライムビデオとかネットフリックスが出てきて、本当に昔の旧作の映画とか見てる子いますもんね。佐藤もめっちゃ古いの見るよね。単館系行くよね。よくインスタで見るけど。そうなんです。映画好きなんですよ。映画好きなんか羨ましい。見に行くのは見に行きますけど、なんかそこまで掘って見に行くっていうのがあんまなくて。めっちゃ行ってない？週1以上は行って。すごい。ちょっと勉強させてもらって。僕も映画館は行くけど、勉強モードになっちゃうからな。音がとか劇伴がとかセリフがとか、ここの映画館はこういう音なのかとか、そういう視点で行くから、なんかもうストーリーは入ってこない。半分入ってきてないですね実は。でなんかこう感想の言い合いとかになるとバックグラウンドノイズの付け方かとかなるほどコメントそういうなんかセリフが気になってとかなるほど。ちょっと職業病じゃないですか完全に。全員
セリフが同じ質感に聞こえるとか、逆に個性がそれがいい時と、馴染んでる時と逆に個性が出てない時とかあって、さっきちょっとマイクの動画撮ってたんですけど、その時もその同じマイクで撮ってその人の個性を出すか、その人の個性を出すために違うマイクでより撮るかっていう2択あるんですけど、それがどっちが作品にいいか分かんないんですけど、それってなんかレンズ選びとかカメラ選びも一緒なんですか？そうですね、結構どういう距離感で撮るとか、どういうボケ足を出すかとかっていうのは結構考えちゃいますね。iPhone でいいです。で自分の思った感じで撮った方がいいと思うんですよ。で編集できるならしちゃって一本の形にした状態でプロの人に見てもらうなりなんなり、最初からもうとりあえずやっちゃいなっていう。もう曲とかと一緒ですね。まだ世に出すレベルじゃないんですっていう人いっぱいいますけど、マジで関係ないです。関係ない、本当パッションで作ってほしいな。